Please log in. Administrator. Initializing. OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画では、サイドストーリー、幕引き人たちと同時に実装されるオペレーター。こういう仕事を全部僕に任せるつもりなの？はは君の寵愛って最高だね。実施オペレーター、後輩ラップランドの紹介及び解説を行っていきます。久しぶりだね。ああ、ごめん。武器をソファーに置いちゃったから、君の座る場所がないかな。カルネバーレで何があったかって？そんなこと気にしてどうするのさ。コードネーム、ラップランド、本名、ラップランド・サルッツォは、シラクーザ最古参のマフィア、サルッツォファミリーのドンであるアルベルト・サルッツォの娘にして、ファミリーの跡取り娘だった人物。現在はファミリーからは離脱しており、ロドスとは主に戦術的に困難を極める作戦や、一掃作戦などの参加という形で、協力関係を保っています。ラップランドは今回のサイドストーリー終了後、突如としてロドス人事部の事務室に姿を現し、傲慢不遜にもソファーの半分を占領、もう半分も武器を置いて占領するという形でくつろぎ始めました。どうやらラップランドはヌオバ・ウォルシーニから出禁を言い渡されていたようで、視聴者はラップランドに関する全ての合法的な証明書を破棄していたとのこと。要因は彼女がカルナバーレの中で危うく動乱を巻き起こしかけたというもので、このことについて人事部がラップランドに尋ねたところ、彼女は簡単に物事を説明。曰く、彼女は自分の父であるアルベルトを刑務所に投獄させ、武器を満載した貨物艦をカルナバーレの列に横付けし、ついでにバルポの母親の復讐の手助けをしたとのこと。一般的に考えればめちゃくちゃなことをしているわけですが、当然ながら彼女は悪びれもせず、あくまでもカルナバーレをより美しいものにするためにやったことだとのこと。一方で、1年目からここまで派手にしてしまった以上、今後のカルナバーレは退屈になるんじゃないかなと、どういう感情なのかはわかりませんが微笑しながら答えました。まあ、その話を聞いていた人事部は、肝を冷やして筆が止まってしまっていたようですが、相変わらず向かう先々でめちゃくちゃなことをしているラップランドではありますが、一方でテキサスとの間は比較的穏やかなものに変わっているとのこと。ロドスの中では彼女たちの微妙な関係は周知の事実であり、実際ラップランドがロドスに加入した方法も、論面事務所とペンギン急便の協力が終わった直後、ラップランドが突如としてオペレーターたちの前に現れ、笑顔で履歴書を渡しながら、オペレーターの首に剣をあてがい、テキサスはロドスの従業員なのかと聞いてくるというものでした。以降、ラップランドは意図的な挑発や不可解なご機嫌取りといった理解しがたい行動が散見されたことから、ロドスとしても可能な限り、彼女たちが顔を合わせてしまう機会を減らしていました。しかし、とある日、テキサスが本館に帰ってきた後、ラウンジにて一人で飲んでいたラップランドと遭遇。この状況をコントロールするために、オペレーターが間に入ろうとしたわけですが、二人は意外にも落ち着いた状況で、ヌオバ・ウォルシーニでの仕事を話し合い、ところどころでラップランドがからかいはしたものの、テキサスはそれに言葉を返すだけ。そして席を立つ最後も互いを祝福し合うというこれまでにはなかった状況が起こりました。しかもこのような状況は今回だけでなくたびたび目撃されているようで、人事部も現在はこれまでほどの緊張状態にはないと判断しているようです。またテキサス以外にもレッドやルナ株もラップランドに対する反応を変えており、ラップランドがロドスに戻った途端、ルナ株はようやくはぐれたアンネーゼと出会えたと興奮する一方、レッドは急に緊張状態となり、おばあちゃんとだけつぶやいていたとのこと。言うまでもなく、彼女が新たな狼の主となったことが理由なわけではありますが、長く生きる狼たちよりも先が短い人の方が上に立ち、退屈なものとなってしまったゲームをより刺激的なものへと昇華させたという点で言えば、自分たちは操っていた側と思っていた狼よりもラップランドの方が何倍も上手なのかもしれません。今回ラップランドが巻き起こした出来事によってシラクーザと狼たちはまた新たな段階へと進むことになるのでしょう。後輩ラップランドのモチーフとなっている生物は威嚇前と同じくニューファンドランドシロオオカミでしょう。ニューファンドランドシロオオカミは名前の通り、カナダのニューファンドランド島に生息していたオオカミの一種であり、時期は定かではないものの、20世紀初頭には絶滅してしまったとされています。体長は180から200センチメートル、体重は最大で70キログラムというかなり大きな体格を有していました。
絶滅した原因は当初は家畜を襲うがゆえに懸賞金の対象となったことによる狩りとされていましたが、現在はそれに合わせて餌となるカリブーの減少も原因だったのではないかとされています。なお、明確に姿が確認されているのは1922から23年の冬まで、それ以降も1930年代にいくつか散発的に姿は確認されているようですが確実性はありません。なお、頭数に関してはもともとかなり少なかったとされており、全盛期でも450頭あたりが最大という程度しか存在しなかったようです。また、標本も極めて少なく、完全な毛皮は1枚しか確認されておらず、骨格は2個体分、頭蓋骨は3つだけという状況なので、そもそもその姿を実物で見ることすら難しいという状況です。ちなみにこの狼、絶滅後に種の表記がコロコロ変わった狼でもあり、絶滅後にニューファンドランド白狼は亜種であるベオスックに分類されていたのですが、亜種として見るにはあまりにも差異が少なすぎるということから、現在では北米北部に分布するヌビルスに分類されているという経緯があります。こんな方法で僕をおとなしくさせるつもり？それとも君もゲームをもっと盛り上げたいのかな？わからないけど、これだから君の寵愛は最高なんだ。後輩ラップランドはゴールデングローなどと同じ早期術師タイプの術師オペレーターで、ゴールデングローと同じくステージ全域を攻撃範囲とするスキルが特徴的。スキルの挙動はかなり特殊なものとなっていますが、一方で高い火力を発揮することができるオペレーターとなっています。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは同じ5四6早期術師であるゴールデングローと全く同じですが、特性の浮遊ユニットの最大攻撃力に関しては素質の効果によって他の早期術師よりも高めとなっているため、結果的に浮遊ユニットの火力は他の早期術師よりも高いものとなっています。それ以外の数値に関しては特に変わりはありません。後輩ラップランドの潜在強化による強化内容は、コストマイナス1、素質2強化、攻撃力プラス25、コストマイナス1、素質1強化となっており、目玉となる強化内容は、潜在4段階目の攻撃力プラス25と、6段階目の素質1強化の2つ。後輩ラップランドも手数型のオペレーターなので、攻撃力上昇による恩恵は大きく、もともと高い火力をさらに強化してくれます。潜在6段階目の素質1強化は素質の効果発動までの時間を短縮してくれるというもの。後輩ラップランドは素質1の効果の影響でややスロースターターな部分があるので、この点を改善したいのであれば潜在6まで上げておくといいでしょう。後輩ラップランドの HP や攻撃力といったステータスは同じ5四6早期術師であるゴールデングローと比べると HP と攻撃力はやや高く、防御力はやや低いといった数値、いずれの数値も差は20以内で収まっているので誤差レベルであり、ステータス面での大きな差はないと言えます。素質1は後輩ラップランドを配置中、20秒ごとに浮遊ユニットが特性のダメージ上限 10% 上昇、攻撃時、敵の特殊能力を2秒間無効化、浮遊ユニットプラス1を順番で獲得していくというもの。つまり、配置20秒経過で浮遊ユニットのダメージ上限が上昇、40秒で敵特殊能力無効化、60秒で浮遊ユニットプラス1という流れとなります。一定時間の配置以外には特に条件は存在せず、配置しておけば発動するという代物ですが、映像を見てわかる通り、素質効果が順番に発動していっても、後輩ラップランドの見た目が変わるといったことはなく、最後の効果である浮遊ユニットプラス1だけ、狼が1匹増えるという変化があるのみ、なので完全発動するまで視覚的にはかなりわかりづらいものとなっています。なお、表記上だと各浮遊ユニットごとに所定の時間が経過しなければ各能力が得られないとも取れるものとなっていますが、実際は浮遊ユニットの配置時間ではなく、後輩ラップランドの配置時間と同期しているので、後輩ラップランドの配置後20秒、40秒、60秒経過で各素質効果が得られるという認識で構いません。なので、口述するスキルで新たに出現した浮遊ユニットに対しても、すでに素質効果が発動しているのであれば、全て適用されることになります。特性のダメージ上限プラス 10% は加算ではなく乗算となっているため、微々たる差ではありますが、実際のダメージ上限は 121% となっており、浮遊ユニットプラス1の効果も相まって、通常攻撃時の火力は他の早期術師よりも高め。また、特殊能力無効化が発生していれば、例えば9章の敵が持つ
屈折も無効化できるので、特殊能力によって術ダメージを軽減するような敵に対しても一定の殲滅力を保持することが可能です。ただし、この特殊能力無効を含めた効果は全て浮遊ユニットが対象。なので、後輩ラップランド自身には特殊能力無効の能力は追加されないので、後輩ラップランドと浮遊ユニットの攻撃対象が別の場合は、攻撃しても特殊能力を無効化できない場合があるという点には注意が必要です。素質には、シラクーザ陣営オペレーターの初期 SP を追加するという非常にシンプルな効果。腐ることはない素質ではある一方、この効果によって特定のオペレーターの初動が凄まじく速くなるといったことは現状ではないため、かなり優秀な素質1と比べると、平凡な素質であると言えるでしょう。スキル1は、スキルを発動するたびに効果のオンオフが発生するスイッチ型のスキルで、パッシブ効果として常に浮遊ユニットが1体追加され、スキル発動中は攻撃力が上昇、浮遊ユニットは戦場全体にいる移動していない敵をランダムに攻撃するという効果。スキル1はセットしているだけで常時浮遊ユニットがプラス1され、さらに素質1でも浮遊ユニットはプラス1されるので、常に浮遊ユニットは3体存在するというのが、このスキルのデフォルトとなっています。このスキルの特徴は、スキル発動後は浮遊ユニットの索敵ギミックが変化するという点。スキル発動後の浮遊ユニットは移動している敵を一切攻撃することはなく、移動していない敵、つまり一時停止したり、一時的なバインドを付与された敵や、ブロックされている敵などのみが対象となり、移動している敵は攻撃対象から除外されます。なので、一時停止と移動を繰り返す敵だった場合、一時停止中は攻撃対象となり、移動を開始すると攻撃対象から外れ、移動を再開すると再度攻撃対象になるという形。殲滅作戦などでよくある陣形を組むタイプの敵にはめっぽう強いというわけです。また BB10 にあるような固定物も攻撃対象として判定されるため、後輩ラップランドの攻撃範囲よりも外にあるギミックを攻撃するといったことも可能。こういったギミックは一切移動しないため、ギミックを破壊するまで浮遊ユニットは攻撃を続けることになります。敵ユニットであれば、特に変異大岩雲に対しては効果は絶大。変異大岩雲はステージ終了間際まで動かない場合が多い上に、変異腫瘍の召喚は無効化できる特殊能力なので、前線の圧力を下げながら安全圏から殲滅可能、まさに特攻とも言える活躍を見せてくれます。逆に常に敵が移動し続けるようなステージだと、浮遊ユニットは一切敵を攻撃しない状態。後輩ラップランドの攻撃範囲に敵が入ってきても移動し続ける限りは、浮遊ユニットは攻撃を行わないので、映像のような敵が移動している間に殲滅することが望ましいステージとは、非常に相性が悪くなっています。なお、後輩ラップランド自体の攻撃範囲は変わることはなく、あくまでも通常時と同じ。そのため、浮遊ユニットと後輩ラップランド自体が攻撃する対象が別ということもしばしば発生します。つまり、浮遊ユニットは停止している遠い敵を狙い、後輩ラップランドは近い敵を攻撃する状況が発生しがち。近距離にて火力不足になりやすい性質があるので、適時スキルのオンオフが必要と言えるでしょう。スキル1は実質的な常時浮遊ユニット3体化と攻撃範囲無制限という強力な効果を有する一方で、浮遊ユニットは停止している敵のみをランダムに攻撃対象にするというかなり強烈な制約があるスキルで、比較的癖が少ないことが多い永続系スキルの中ではかなり異彩を放った性能を有しています。ですが、常に一方的に攻撃できる機会が存在するというのは大きな長所であり、先ほど紹介した BB10 のように、ステージ次第では難易度を大きく下げるポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。とはいえ、使用する頻度は後輩ラップランドのスキルの中では比較的少なめ。以上のことや突破に必要な素材、突破による上昇率を鑑みてスキルレベルは、現状では7で据え置いてしまっていいでしょう。スキル2はスキル発動中浮遊ユニットを3体追加、攻撃範囲拡大、攻撃力上昇。浮遊ユニットはランダムな敵を攻撃し、10% の確率で1秒間の恐怖を付与するというスキル。スキル1と口述するスキル3が、ステージ全域が攻撃対象になるのに対し、スキル2のみは攻撃範囲が拡大するという形。そのため、後輩ラップランドの中では、攻撃範囲は広いものの、唯一の近距離を対象にしたスキルとなっています。スキル発動中の浮遊ユニットは後輩ラップランド最大となる5体まで増加。さらに攻撃力も最大で 120% されるため、DPS は後輩ラップランド単体で830程度、浮遊ユニットは1体あたり860程度まで上昇。つまり、後輩ラップランド1人と浮遊ユニット5体の DPS が合わさることになり、最大で5150弱という術師の DPS としては非常に高い数値となっています。
また、高い DPS に伴って総ダメージも11万を超えるため、サイクルが速いスキルの中ではかなりの効果力と言えるでしょう。一方、恐怖状態に関しては浮遊ユニットの増加によって思考回数が増えているとはいえ、逆に言えば、攻撃速度を大幅に上昇させられる統合戦略のような環境であれば、攻撃速度の上昇によって思考回数が凄まじい数となるため、もはや敵は前に進むことができないという状況を生み出すことも可能。浮遊ユニットは敵が攻撃範囲の外に出ても攻撃を継続するので、スキル発動中、敵はむしろ、どんどんとゴールから離れていくという状況を作り出すことができるでしょう。一方でスキルにも癖があるのは相変わらず。攻撃範囲内に敵が複数体存在する場合、浮遊ユニットの攻撃対象がランダムなので、どの敵に対してどれくらい火力が集中するかわからないという弱点が存在します。また、浮遊ユニットがばらける以上、敵一体に対する恐怖の付与の思考回数も減少するため、敵の攻撃を妨害しづらくなってしまいます。そのため、スキル2を発動するときは可能な限り、特定の敵のみが攻撃範囲に入っている状況が好ましく、例えば13章のドゥカレのような無限に雑魚敵を生み出す敵とは相性が悪いと言えるでしょう。スキルには最大浮遊ユニット数5体と攻撃力上昇からなる効果力、良好なスキルサイクル、攻撃速度が上昇する環境で凄まじい性能を発揮する恐怖付与が特徴的なスキルで、クラウドコントロールと火力を両立した性能となっています。一方で攻撃範囲は広いものの、どちらかというと単一の敵を相手にした方が性能を発揮するタイプなので、いかにこのスキルで相手にしたくない敵を攻撃範囲に入れないかが重要という、スキル1よりかはマイルドではありますが、運用に癖があるスキルではあります。とはいえ、圧倒的な手数から来る制圧能力はかなり高く、特に統合戦略では特定の敵をひたすらまでにゴールさせないという無茶苦茶もできるので、真正面からぶつかり合いたくない敵に対しては、非常に強力な逃げ道となってくれるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化による上昇率を鑑みてスキルレベルは、特化3まで強化することをお勧めします。スキル3はスキル発動後、浮遊ユニットを2体追加、攻撃力が上昇。浮遊ユニットは特殊形態となり、戦場の敵を追尾する形で攻撃。対象に最初の攻撃をするとき、恐怖状態を付与し、浮遊ユニットの周囲にいる敵すべての移動速度が低下。毎秒攻撃力の一定割合の術ダメージを与えるというスキル。浮遊ユニットの攻撃範囲が全域に拡大し、ステージ上にいるすべての敵が攻撃対象になるという点はゴールデングローのスキル3と同じですが、浮遊ユニットの挙動には大きな違いが存在しており、こちらの方がよりボス向けの性能になっているというのが特徴。スキル3発動後、浮遊ユニットの数が3体ならば上、右斜め下、左斜め下に、4体であれば十字方向に放出。浮遊ユニットは自身から最も近い場所にいる敵に移動し、攻撃を開始します。この際、各敵への最初の攻撃時に最大3秒間の恐怖状態を1回だけ付与。浮遊ユニット自体は単体攻撃ですが、攻撃とは別に、攻撃対象と浮遊ユニットの半径 0.9 マス以内にいる敵には、そして攻撃対象となる敵を殲滅後、浮遊ユニットは自身の近くにいる敵を攻撃対象にし、再度同じ行動を繰り返します。つまり、スキル発動中、後輩ラップランド自体は通常の攻撃範囲かつ、攻撃対象の選定もゴールラインに最も近い敵を優先という、通常時と変わりはない一方で、浮遊ユニットは、現在の自身の位置から最も近い敵を順番に攻撃するという形なので、例えば映像のような状況だった場合、自身から最も近い敵を優先する以上、ゴールラインに最も近い敵は無視してしまうという状況が発生します。一方のゴールデングローは、あくまでもゴールラインに最も近い敵を優先するため、敵を取りこぼしてしまうということはまず発生せず、リカバリー性能はゴールデングローに軍配が上がると言えるでしょう。また、後輩ラップランドのスキル3の浮遊ユニットは敵を撃破後、次の敵のいる場所まで移動しなければならないという制約があるため、敵が広域に広がっているような状況だと移動する時間が発生し、その分だけ総ダメージの減少が発生します。そのため、全範囲攻撃ですが、基本的には敵一体を対象にすることがスキル性能を最大限に発揮できる状況。浮遊ユニットの移動が発生せず、すべての浮遊ユニットが同じ敵を狙い続けられる状態が理想的と言えます。
なお、この特殊な索敵ギミックが必ずしもゴールデングローのスキル3に劣っているとは限りません。例えば映像のような狙われやすい敵がいた場合、ゴールデングローは真っ先に狙われやすい敵への攻撃を開始しますが、後輩ラップランドはあくまでもそれぞれの浮遊ユニットが自分に最も近い敵から順に攻撃をしていくので、狙われやすい敵を無視して他の敵を殲滅していきます。そのため、特定の敵がおとりになるようなギミックのステージは後輩ラップランドには通用しません。そして火力面に関しても後輩ラップランドは非常に高く、総ダメージは18万4000程度あり、決戦スキルクラスの火力を有します。なので単純な盤面性圧力自体は非常に高く、よほど無駄な動きさえしなければステージ上の敵を短期で全滅させるということもざらにあり、浮遊ユニットが狙う対象がおらず、今を持て余してしまっているということもよくあります。総じてスマートかつ効率重視で敵を殲滅していくのがゴールデングロー、雑ながらも火力で盤面を制圧してしまうのが後輩ラップランドという印象です。スキル3はゴールデングローのスキル3と同じような全範囲スキルではありますが、浮遊ユニットの索敵ギミックが大きく異なっており、狙った敵を目標にしづらかったり、移動によるロスがあったりと欠点自体はあるものの、それを補ってあまりある火力による盤面制圧が非常に得意で、文字通り盤面を完全にリセットしてしまうということも可能なほど、ゴールデングローとはまた違った形で強力な性能を発揮するスキルと言えるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化による上昇率を鑑みてスキルレベルは特化3まで強化することを強くお勧めします。後輩ラップランドの基地スキルは訓練室に関するものが2つ。1つ目は訓練室に協力者として配置時、術師と前衛の訓練速度をプラス 30% するという効果。2つ目は同じく訓練室に協力者として配置時、基地に配置されたシラクーサ陣営のオペレーター1人につき、この効果によって後輩ラップランドの前衛と術師の訓練速度は 65% となり、職分指定系や特化レベル指定系には及ばないものの、職業指定系としては最高効率となります。また現状では術師の特化3に特化した訓練室スキルがないため、ロゴスなどで特化2まで強化し、特化3だけは時間を半減させた後に後輩ラップランドに任せるというのもあり、ただまあ7人のシラクーザ陣営オペレーターを配置しなければならないという手間はありますが、暴力を憂えることはない。死にはおのずから安息の地がある。武器なら目の前にあるでしょ。何を待ってるの。嘲笑は恋に依られてなる。ショーのどうしようかな。君の正体すぐに分かっちゃったんだけど。晩夏が来こ境を立てる印、終焉の輪。皆よ諸君、この夜を裏切ることなかれ。おるぞ。功をなめるとする命運の変わりを。ショーの見どころはもうじき終焉だけど、君たちはまだ何か待ってるのかな。
おるぞ。我がこぼした呪文はいずれも意味があり、言葉の一字一句に無駄などない。素晴らしきコンビネーションよな、ドクター。後輩ラップランドはゴールデングローに続く2人目の星6早期術師として実装され、性能自体はゴールデングローと通ずる部分はある一方で、使用感は全く異なるオペレーターであり、完璧な制御がかなり難しい性能を有しています。ただ、完璧な制御ができないという点は利点として働いている部分もあり、独自の索敵ギミックがあるからこそ敵のヘイト管理の影響を全く受けないため、環境に左右されずに単独であらゆる場面で暴れ回ることが可能です。まさに団体行動を得意とするラップランドの特徴を性能で表現していると言えるでしょう。各スキルの大まかな指標と特化優先順を紹介。後輩ラップランドのスキル特化は3と2がおすすめ。特に3に関しては多くの場面で活躍することができるので最優先で特化しておきたいところです。スキル2に関しては今後実装される統合戦略のコンテンツ拡張1のボスで大きな活躍が見込めるので、そちらのボスに挑戦するつもりなのであれば特化しておきましょう。スキル1に関しては癖がかなり強いのでお好みというレベル。基本的には特化は不要ですが、放置運用を基本とするのであれば特化しても良いでしょう。続いて専用モジュールも紹介。X モジュールは素質2の効果に攻撃速度上昇の効果が追加されるようになります。そのため単純な TPS の上昇が見込めるのですが、個人的には優先度は低め。今後追加されるであろう Y モジュールは特性の攻撃力の最大値が 120% まで上昇し、後輩ラップランドのメイン素質である素質1が強化される形となるため、現状では Y モジュールの性能を見てからどちらを使用するか決めた方がいいかもしれません。以上で後輩ラップランドの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ファミリーも地方政府もミズ・シチリアもそれぞれが自分の仮説を検証して収穫を得ることもできた。だけど新しい都市一つじゃ足りるはずないんだ。彼らは新しい国丸ごとを望んでいるんだから。僕はどうかって？もちろんみんなの願いを叶えてあげるさ。